ってあげて、味が絡んだら完成です。タンパク質は45ぐらいあると思います。マジでうまそう。マイプロテインのフレアバーとジムに向かっていきたいと思います。これから焼いていきます。ブンブンチョッパーっていうのかな。はい、皆さんおはようございます。今日が8月の11日で朝の7時半なんですけど、で、がっつり寝起きでさっき起きて、カメラ回し始めてるんですけど、今日も一日トレーニングと、食事っていうのを積み重ねていきたいと思ってます。昨日の最後の食事が夜の9時半ぐらいで、結構時間が空いちゃってるんで、今日も相変わらず3食分、一気に作っていこうと思ってます。ということで、まずは炊き込みご飯を作っていきたいと思います。で、今日使う食材が、冷凍の枝豆と、あとは鶏もも肉。これは 470g。人参1本。あとは、レンコンを使います。この食材で一旦炊き込みご飯を作っていくんですけども、でこの間初めてレンコンを使って炊き込みご飯作ったんですけど、これがまたあまりにも美味しかったので、今回もちょっとレンコンを使って炊き込みご飯を作っていこうと思います。今日は一応お米は3合使って炊き込みご飯作っていきます。1日通して食べるのはだいたい2合ぐらいなんですけども、今日は鶏胸肉が多くて、ちょっと具材が多めなので、今日は3合分炊いて作ろうと思います。で、水の量はだいたいメモリで言うと、2.3 ぐらいかな。炊くご飯の時はちょっと少なめで炊く方が美味しく出来上がるので、3合のお米に対して今回は 2.3 ぐらいのメモリの位置で炊いていくことにします。で、この中にまずは、この冷凍の枝豆を入れていきます。冷凍の枝豆を入れることによって、手軽に、タンパク質を取れるということで、僕は炊き込みご飯を作るときは結構入れるようにしてます。量はだいたいで、でもちょっと多めに僕は入れていきたいと思います。次はレンコンを切っていきます。このレンコンを炊き込みご飯に入れるとマジで美味しくて、僕本当に最近気づいてめちゃくちゃ最近愛用してます。とりあえずレンコンは皮を剥いていきます。ちょっと硬いんですけど、しっかり剥いてあげて、で、皮が剥けたので、まずは半分に切っていきます。で、この状態で薄く切っていきます。炊き込みご飯のいいところは、ご飯と一緒に炊くだけで、しっかり野菜とか、タンパク質とか、すごいバランスのいい食事ができるっていうところで、食材を入れるだけで、すごいバランスの取れた食事ができるので、僕はもうすごいおすすめです。こんな感じでしっかり切れたので、中に入れていきます。しっかり全体に散らばしてあげて、次は人参を切っていきます。で、今回は人参は皮のまま使いたいと思います。まずは、頭と、ケツの部分を落として、で、いちょう切りにしていきます。僕、炊き込みご飯結構具材はいろいろ試したりしてるんですけど、人参は基本結構入れる割合が多い気がします。やっぱり人参はすごい栄養価が高い食材、野菜になるので、僕は好んで人参を入れるようにしてます。これもこのまま入れていきます。入れてあげて、で最後は鶏もも肉を切っていきます。でまずは僕トレーニングしてるんで、余分な脂質はちょっと取り除いていきたいので、皮を剥いでいきます。全然皮ごと炊いてもらってもすごく美味しくなると思うので、そこはお好みでいいと思うんですけれども、僕はちょっと一応トレーニングしてるということで、こういうちょっと余分な脂質は取り除いていきたいということで、今回は剥いでいきます。よし、OK。で、この鶏の皮は、このまま放置してしまうとすごく臭くなるので、僕はラップに包んで冷凍保存して保存するようにしてます。で、ゴミを捨てるときに、まとめて捨てるっていうような感じでやってます。こんな感じでまだ鶏の皮は完全に取り除けてないんですけど、取りたい方はお好みでこういうところも包丁とかで取ってあげるといいと思うんですけど、僕はそこまで気にしないということで、今回は取らずにいきます。一口ぐらいの大きさ、1センチ ×1 センチぐらいの大きさで切っていきます。1個あたりこのくらいですね。このくらいの大きさで切っていきます。トレーニングしてる方やったら結構鶏もも肉よりも鶏胸肉の方がいいんちゃうかとかいう風な意見もあると思うんですけども、鶏もも肉と鶏胸肉って8キロカロリーしか変わらないんですよ。なのでそこまで気にする必要はないのかなというところで、別にどちらでも僕的には大丈夫かなと思います。僕は皮を取ってあげたら全然鶏もも肉でもありかなと思います。ということでこんな感じでしっかり一口サイズに切れたので、これも入れていきます。入れてあげて、で、この中に調味料を入れて味付けしていきます。で、使うのは醤油とみりんを使います。で、いつもより具材がちょっと多めなので、2合炊く時よりはちょっと多めに入れていきます。2周ぐらい。1、2、このぐらい。で、みりんも2周。1、2、OK。で、あとは炊飯器にセットして、で、あとは炊き込みご飯モードで炊いていったらもう完成。もうめちゃくちゃ簡単です。これで炊飯。
今、炊き込みご飯が炊けるのを待ってる間に、鮭を使って、サーモンの照り焼きを作っていこうと思います。今回も3食分作るので、鮭は3匹、1食につき1匹食べたいと思うので、3匹使っていきます。でまずは鮭をこの容器の上に出していきます。でこんな感じで容器の上に取り出したら、塩を振っていきます。で、この塩を振る理由としては、魚のちょっと臭みを取ったりとか、身をギュッと引き締める効果があるので、この鮭の上に塩を振っていきます。しっかり振ってあげて、で、この状態で一旦10分ぐらい放置していきます。で、この鮭を待ってる間に照り焼きにする時の調味料を作っていきます。で使うのは、まずは醤油。醤油と鮭を1対1で入れていきます。醤油と鮭を1対1。ちょっと甘さを足していきたいので、このラカントを使います。で、このラカントって何かって言ったら、簡単に言ったら砂糖なんですけど、このラカントって、砂糖と同じ甘さなんですけど、カロリーと糖類がゼロっていうのが特徴で、僕はトレーニングしてるので、砂糖を使うんじゃなくて、このラカントで味付けしていきます。砂糖と同じ甘さなのに、カロリーと糖類がゼロっていう、すごくおすすめです。これも適量で、大体でいきます。で、しっかり混ぜ合わせていきます。OK、これで、照り焼きの合わせ調味料は完成です。ということで、鮭に、塩を振ってからだいたい10分ぐらい経ったので、鮭の水気をキッチンペーパーで拭いていきます。しっかりキッチンペーパーでくるんであげて、水気を拭き取ります。これを3匹ともやっていきます。こんな感じでしっかり水分を拭き取れたので、次は鮭に小麦粉をまとわせていきたいと思います。お皿の上に小麦粉を、ちょっとだけ出してあげて、で、鮭の両面に小麦粉を薄くつけてあげます。これを3匹ともやっていきます。OK、こんな感じで小麦粉を、両面にできたので、これから焼いていきます。で、油を引いていくんですけど、油はもちろんオリーブオイルを引いていきます。オリーブオイルを引いて、中火ぐらいでしっかり鮭の両面を焼いていきます。で、この状態でじっくり両面焼いていきます。ということで、こんな感じでしっかり鮭にいい焼き目がついたら、ここにさっき作った調味料を入れていきます。調味料を入れてあげて、こんな感じで、あとは鮭と調味料を絡めていきます。しっかり裏表全体絡めていきます。この時点でもうめっちゃうまそう。こんな感じに鮭としっかり味が絡んだら完成です。というわけで、炊き込みご飯が炊けたので、いつも通り3つに分けて、この上に鮭作った鮭を乗せていこうと思います。大体2合ちょいぐらいずつを3等分しました。で、残ってる分は、おにぎりにして冷凍保存するっていうような感じでいきます。で、さっき作った鮭を、この上に1匹ずつ乗せていく。うまそう。こんな感じで完成しました。めちゃくちゃうまそう。炊き込みご飯なんで野菜とかもしっかり取れて、鮭1匹乗ってるということで、多分タンパク質は45ぐらいあると思います。よし、ということで食べます。これが今日の1食目です。まずはやっぱり鮭から。しっかり味が染み込んでてマジでうまそう。いただきます。うまっ。マジでうまい。炊き込みご飯もいただきます。うまっ。一応これを食べたらジムに行くに準備して、トレーニングしていきたいと思ってます。で、今日は一応背中トレなので、2頭も最後にできたらなと思ってるんで、背中と2頭、2時間ぐらいかな ?2 時間ぐらいやっていけたらと思ってますんで、一旦これを食べて、ジムに行く準備していきたいと思います。ということで食べ終わったので、ジムに行く準備していくんですけど、マイプロテインのプレワークアウト。これを2杯。1、2、OK。この状態のまま持っていって、ジムで水入れて飲んでいきます。ということで、ジムに行く準備できたんで、これからジムに向かっていきたいと思います。ということで、今日も一日トレーニング頑張っていきましょう。
ということでジムから帰ってきたので、朝作ったお弁当を2食目を作っていくじゃなくて食べていくんですけど、ちょっとジムの帰りに3コインだけ寄って帰ってきて、で、それを買ったものを一応紹介していきたいと思います。2つ買ったんですけど、1つ目がこれ、フードテロサーみたいなやつ。なんていうんやろ、ブンブンチョッパーっていうのかな。ブンブンチョッパーと、まあこれがあったらまた料理の幅広がるかなと思って買ったのと、あとはオリーブオイルをスプレー状で、使いたかったんですよ。なのでこれスプレー状にできる、まあ、ボトルみたいなやつを買ってきて今帰ってきたっていうような感じです。ちょっと時間空いちゃってお腹空いてるんで早速温めて食べていきたいと思います。OK、じゃあ電子レンジでまた3分ぐらい 650W で3分ぐらい温めて食べていきます。OK。OK ということでしっかり温めたので一味をこの鮭の上にかけて食べたいと思います。一味はほんまに万能な調味料なんで僕は結構愛用してます。OK ということでこれが今日の2食目になります。鮭からいただきます。うん、うまっ。ということで今日は炊き込みご飯と、鮭の照り焼き弁当みたいな感じで3食分作っていました。で、今回もめちゃくちゃ美味しかったので、よかったらぜひ真似してみてください。ということで、これからもトレーニング頑張ってやっていきたいと思ってて、それと合わせて食事っていうところも、しっかりやっていきたいと思ってますので、これからもぜひ見ていただけるとすごく嬉しいです。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。